のお稽古もワクワク特感ですっごく楽しかったな。みんなアークランドで勉強したことしっかり自分の力にしてて、私も頑張ってニョキニョキしないと。おーい、エムちゃん、今大丈夫？あ、ミクちゃん。出てきていいよ。わーい、エムちゃん、練習お疲れ様。さっき練習覗いてた時、かなでちゃんからメッセージが来てたよ。え、かなでちゃんから？どうしたんだろう。さっきあの子に会ったよ。ああ、そうなんだ。あの子に会ったって。今日お父さんのお見舞いの帰りにあの子に会った路地に寄ってみたんだ。そうしたらまたあのゴミ捨て場の前にいるのを見つけて、少し話ができたらって思ったんだけど、何も話したくなさそうだったから、とりあえず明日同じ場所で待ってるから、よかったらノートを取りに来てほしいって伝えたよ。よかったね、エムちゃん。明日あの子に会えるかも。だけど、かなでちゃんのメッセージには何も話したくなさそうって。エムちゃん？私ね、もしまたあの子に会えたら、おじいちゃんとお別れした時、どうやって悲しい気持ちとバイバイできたか話そうって思ってたんだ。でも、私が一番しょぼぼんってしてた時のことも話さなくちゃいけないから、今、あの子に話しても、もっと苦しくさせちゃうかも。そっかー。せっかく会えそうなのに、どうしたら元気になってもらえるんだろう。来ちゃった。なんだか久しぶりだな。私とおじいちゃんの特等席は、発見！よいしょっと。おじいちゃんと、ここでたくさんショーを見たな。ショーが終わった後も、帰り道や家でずーっとショーの話をしてて、今でも思い出すと胸の奥がポカポカしてくる。あの子もおばあちゃんとの思い出いっぱいあるんだろうな。でも、あの子は今ポカポカじゃなくって、冷たくて苦しい気持ちでいっぱいになっちゃってて、それならやっぱりちょっとでも元気になってもらえるお話の方がいいのかな。こちらにいらしたのですね、Mお嬢様。着ぐるみさんだ。どうしたの？なかなかお戻りにならないので、お迎えに上がったのですが、何か悩まれているようですね。わかっちゃった。実はね、なるほど。数年前のお嬢様と同じような境遇にいらっしゃる方と出会われたと。それでね、
私が悲しい気持ちとバイバイした時のことを話したら役に立つかなーって思ってたんだけど、あの子はもうずっと辛い気持ちでいっぱいだから、もっと苦しくさせちゃうかもって思って、だったらちょっとでも元気になれるようなお話をした方がいいのかなーって迷ってるんだ。そうでしたか。少しだけ私の話をさせてください。着ぐるみさんの話？ええ。お嬢様はご存知だと思いますが、行くあてもなく、周りのすべてを恨みながら生きていた私に、手を差し伸べてくださったのは、楽之助様でした。あの方曰く、4人目の孫にも、そば役が欲しいと。それから私は、あの方に、社会で生きていく術を教えていただき、おそばで、お嬢様の成長を見守ってきました。だからこそ、あの方が亡くなられた時は、笑顔で眠られたと分かっていても、とてもショックを受けました。そうだったんだ。私がしょもしょもしてた時、ずっと励ましてくれてたから気づかなかった。大人ですので、何よりお嬢様にかっこ悪いところなどお見せできません。ですが、表面上は取り繕えていた私よりも、お嬢様の方が先に立ち直られた。あの日、目を真っ赤にしながら、それでも笑顔で部屋から出てこられたお嬢様を見て、私は奮い立ったのです。私も前に進まねばと。確かに、お嬢様が経験されたことを話せば、その方は苦しくなってしまうかもしれません。ですが、勇気を届けられるかもしれません。勇気？はい。悲しみは乗り越えられる。乗り越える方法がどこかにある。だったら探してみよう。あと少し頑張ってみようと。そっか。あの子が前に進むためのお手伝いができるかもしれないんだ。あの時のことを話すのは、お嬢様にとっても辛いかと思いますが。心配してくれてありがとう、着ぐるみさん。でも、あの子に勇気をお届けできるなら、私やる。人というのは、後ろ向きよりも前向きに歩く方が得意だ。昔、楽之助様がおっしゃっていた言葉です。私も前を向いて歩くの大得意だよ。ええ、存じておりますとも。そろそろ、あの子と約束した時間だよ。来てくれますように。来たんじゃないかな。来てくれてありがとう。はい。ノートは、この封筒の中に入ってるよ。封筒？ノートに挟んであったルーズリーフをなくさないように入れたんだ。ノートを拾った時に出てきちゃって、書いてあった曲とかも見えちゃったりしたから。勝手に見ちゃってごめん。でも、あの曲、なんだか元気をもらえた気がしたんだ。
あれは、病気のおばあちゃんのために作ってたんです。でも、もういないから。そっか。ノートありがとうございました。私はこれで。今日は本当に来てくれてありがとう。私、あなたと同じだった時、外に出られなくなっちゃったことがあるの。だから、あなたもきっと、頑張って来てくれたんだよね。同じだった時？私もね、ちょっと前にお別れしたんだ。大好きだったおじいちゃんと。あの時は、お日様が眩しいのも、ポカポカなのもなんだか嫌になっちゃって。カーテンも全部閉めて、学校にも行かないで、暗い部屋でぼーっとしてたな。同じですね。私と。もうちょっとだけ、私の話をしてもいいかな。え？私が寂しい思いをしたのは、おじいちゃんとお別れしたからだけど、私が悲しい気持ちにバイバイできたのも、おじいちゃんのおかげなんだ。だから、私と同じようにはいかないかも、だけど。聞きたいです。お母さんもお父さんも、友達も先生も、これ以上、心配させたくないから。おじいちゃんとお別れしたすぐ後は、まだちゃんと元気だったんだ。家族でご飯も食べてたし、学校にも行ってたし。でもね、学校で勉強してても、友達と遊んでても、おじいちゃんのことを思い出しちゃって、その度に、胸の奥がキューってなって、すごく苦しくて。あの時は、世界が私に意地悪してるんだって思っちゃってたな。おじいちゃんにはもう会えないってわかってるのに、なんでおじいちゃんと一緒だった頃の思い出ばっかり思い出させるんだろうって。それで、ある日、朝起きたら、急に部屋から出たくなくなっちゃったんだ。前の日まで学校にも行ってたし、家族と笑っておしゃべりしてたし、おやすみーって普通に寝たのにな。自分でも気づかないうちに心が限界を超えちゃったんだろうね。うん。お母さんたちもすごくびっくりしたと思う。おじいちゃんとお別れして、ちょっと経ってたから。どうやって立ち直れたんですか？きっかけは、棚から落ちてきたフェニー君だったんだ。私の部屋、おじいちゃんからもらったぬいぐるみとか、おじいちゃんと撮った写真がいっぱいあって、ずっと見ないようにしてたのに、フェニー君が落っこちてきてから、急に目に入るようになっちゃったんだ。それで、もう全部どっか行っちゃえって、
クローゼットにしまっちゃおうとしたの。でも、思い出があるものが多すぎて、全然、クローゼットに入りきらなかったんだ。おじいちゃんと関係ないものを探す方が、ずっと大変だったよ。でもね、それで気づいたんだ。おじいちゃんは、どこにもいないんじゃない。どこに行っても、何をしてても、私は、おじいちゃんと一緒なんだって。その時ね、本当に世界がぐわーって変わったんだ。ずっと真っ黒だったのに、キラキラキラーって光り出したの。クローゼットに閉じ込めちゃってたぬいぐるみも全部出して、一つずつギューってしたよ。二人で毎日ショーを見に行ってたフェニックスワンダーランドにも行きたくなったし、お気に入りだったたい焼き屋さんや駄菓子屋さんにも行きたくなったんだ。すごいよね。私に意地悪してるって思ってた世界が、キラキラいっぱいの思い出の宝箱になったの。思い出の宝箱。来るのかな。私もそんな風に思える日が、このノートと向き合える日が来るのかな。大丈夫。きっと来るよ。今はまだ思い出が悲しい気持ちを大きくしちゃってるかもしれないけど、いつか今までたくさん感じてた幸せな気持ちも一緒に連れてきてくれるよ。だから大丈夫。おばあちゃん、本当は捨てたくなかったんです。ノートも音楽も。おばあちゃんのおかげで曲作り大好きになって続けたいって思うのに、おばあちゃんとも約束したのに、ノートを見ると苦しくて。そんなに自分を追い詰めないで。でも家族にも友達にもたくさん心配かけて、これじゃ天国にいるおばあちゃんだって。作曲が難しいならしばらく聞く側になってみるのはどうかな。悲しみを受け止めてくれたり元気をくれたりする曲が、あなたに寄り添ってくれる曲がきっとあると思うんだ。音楽ってとっても不思議よね。悲しさを和らげてくれる曲もあれば、楽しさを分けてくれる曲もあって、いつでもそばに寄り添ってくれているわ。ばあばにとってはミミちゃんの曲ね。ミミちゃんの曲がたくさん元気をくれるから、一日でも長く生きたいって頑張れるのよ。おばあちゃん。おばあちゃんにも言われたことがあるんです。音楽はいつでもそばに寄り添ってくれてるって。私も少しだけ試したんですけど、全然そんな曲と出会えなくて。
出会えるよ。きっと。私があなたのための曲を作るから。